あなたは24時間監視される生活に耐えられますか？遡ることおよそ89年前の1934年5月、カナダ・オンタリオ州南東に位置する村コーベイル、とある病院の新生児室に並んでいた5つのベッドの中にはそれぞれ顔がそっくりな5人の女の子が眠っていました。彼女たちは5700万分の1の確率で生まれてくる一卵性の5つ子、まさに奇跡のような子供たちの誕生に過酷な出産を乗り越えた母親も幸せそうな表情を浮かべていました。無事に生まれて本当に良かった。いかにも祝福に溢れているかに見えていた5つ子の誕生。しかし彼女たちの人生がまばゆく輝いていたのはこの時だけだったんです。5700万分の1の奇跡の確率で誕生した5つ子。祝福されながら生まれた5人の運命は波乱に満ちていました。彼女たちは生涯のほとんどを強欲な大人たちに搾取され続けたんです。おっそす、この間ミーガンっていう映画見たよ。ケンちゃんです。夏といえば思い出す大好き五つ子ちゃんヤミコです。キッズ王だろお前。世代出てるわよ、私たち。本日ご紹介するのは今から90年前にカナダでね生まれた5つ子についてなんです。五つ子ってさ、私三つ子も知り合いにいたことないわよ。双子まで。五つ子ってすごいわ。なんか前ね、三つ子を産んだお母さんのお腹見たんだけど、普通妊娠してる方ってこんぐらいなもんだと。ほんと3倍あんのよ。すごいね。本当に。ってことはさ、5つ子ってもう想像つかんすね。どんなお腹してんだろうって。なんか子供同士と押し合ったりとか、なんか悪影響ないのかなとかさ、怖いわよね。普通に出産するお母さんの体力的に心配になるレベルですよね。心配よ。まあ、だからこそね、奇跡ともね言われるのかもしれないんですけど、まあそんなね奇跡のような世にも珍しい5つ子なんですけれども、そのせいで奇妙なね、そして壮絶な人生を送ってしまう5つ子の方々もいらっしゃるんです。そのね5つ子の方々、我々がね想像もつかないストレスを幼少期から体験しているという、ストレス。クイントランド。遡ることおよそ83年前の1940年、カナダ・オンタリオ州南東の村コーベイル。当時ナイアガラの滝を越える人気を誇っていたテーマパーククイントランドはその日も多くの観光客で賑わっていました。クイントランドは比較的小規模なテーマパークにもかかわらず1日の来場者数はおよそ6000人。それだけの観光客が集まっていたのはこのクイントランドで行われるあるショーが注目されていたためでした。ショーの時間を迎えると園内に流れ始めた賑やかな音楽。ママ行こう、早く見たいわ。アトラクションを楽しんでいた人も土産物を見ていた人も皆一様に手を止め、ショーが行われるブースへ向かいます。そしてずらりと並んだ行列の先に見えるのはガラス張りの部屋。観光客は皆ガラスに張り付くようにしてその部屋の中を覗き込んでいました。一体その部屋の中に何があるというのでしょうか。観光客が必死に見ていたもの、それはまだ幼い5つ子。クイントランドはこの5人の少女ディオンヌ家の奇跡の5つ子を見物するための施設だったんです。あら、5つ子が小さい頃からショーやってて、なんか歌舞伎のちっちゃい子がやってるみたいな、結構大変よね。まあ、実際これをショーと呼んでいいのかっていうのはあるんですけど、5つ子の名前はそれぞれイボンヌ、アネット、セシル、エミリー、マリー、全員が女の子で一卵性の5つ子です。お揃いのリボンを身につけ部屋の中で楽しそうにハミングしてみせる少女たち。その愛らしさに観客たちは思わず微笑みをこぼします。しかしそれ以上5つ子は何をするわけでもありません。そう、このショーで見せ物になっていたのは5つ子たちが普通に生活している姿。排卵誘発剤などの影響を受けず自然に5つ子を妊娠する確率は実に5700万分の1。その確率の低さから奇跡の5つ子として話題になった彼女たちはただ普通に生活をしている姿を見せるだけで価値のあるショーになっていたんです。一方で公開時間を終えると疲れちゃった。観客たちがいなくなった後、深いため息をついた5人。毎日6000人から生活を覗かれる重圧は相当なもの。ガラスはマジックミラーになっており5つ子からは観客は見えませんが大勢に覗かれていることを意識する日々に彼女たちは十分に疲弊していたんです。まだ6歳という幼さで見せ物にされる生活を強いられていた5つ子。なぜ彼女たちは自分たちの意思とは裏腹なその生活を送っているのでしょうか。事の発端は5つ子が生まれたその頃に遡ります。
1934年5月31日、オンタリオ州南東の村コーベイルの農場でスーツ姿の男性と何やら書面のやり取りを交わしていたのはオリバ・ディオンヌ、つい3日前に生まれた5つ子たちの父親でした。これで5つ子のためのお金も工面できますね。父オリバに笑ってそう告げたのは、この年に開催されるシカゴ万博のプロモーター。父オリバはこの時まだ生まれたばかりの5つ子を6ヶ月間シカゴ万博に出演させる契約を結んだんです。仕方ないんだ、こうしなければとてもこの子たちを育ててはいけない。満足げなプロモーターに対しどこか不安げな父オリバ。実はその契約は予定日より2ヶ月早く生まれた5つ子の発育が十分ではなく、多額の病院代が必要になったために結ばれたもの。生まれたばかりの子供たちを6ヶ月も万博に出演させるその選択は父親として苦渋の決断だったんです。5つ子って時点で珍しいと思ったけど、早産だったのね。1歳にも満たない子、そんな6ヶ月も人前に出して大丈夫？本当に。案の定ね、後悔した父は契約を撤回しようとするんですけれども、そっから話がややこしいことになってしまうんです。あれは気の迷いでした。やっぱり契約を解除させてください。契約を交わした数日後、そう言ってプロモーターへ連絡を入れた父オリバ。しかし今さら撤回はできませんよ。契約は必ず履行していただきます。世にも珍しい5つ子を出演させれば万博に多くの観客が詰めかけるのは目に見えた話。そんな彼女たちをプロモーターが手放すわけもなく、オリバがいくら懇願しても契約が撤回されることはありませんでした。そして悩んだ末、父オリバは行政を頼ることに。すると州の司法長官からは次のような返答が返ってきました。契約を結んだ以上、ご夫婦には履行の義務があります。お子さんたちを出演させないようにするには、親権を契約の履行義務がない第三者に渡すしかないでしょう。何親権とかはさ、ドロッとした話で聞いたことよくあるんだけどさ、履行義務とかって言われてもよくわかんない。そうですよね。親権にまつわる話ってなんか真剣に調べることってあんまないかなとは思うんですよ。というわけでね、本日のネトラキーワード、親権について。親権とは未成年の子供の監督、保護、教育、そして財産を管理するための権限及び義務のこと。両親に親権がある理由は、子供にとって父や母と密接な関係を維持することが最善の利益につながると考えられているためでした。親権を第三者に渡すと、ディオンヌ家の両親は5つ子を監督、保護する権限を失います。同時に万博に出演させるかどうかを決定する権限も失うため、父オリバがプロモーターと結んだ契約も意味がなくなり、万博の出演を回避できるんです。なるほど。だから、親であっても親権がないと子供に何させるかっていう決める権利はないっていうことだよね。万博には出したくないだろうから背に腹を変えられないんじゃないのこれは。これをやることでね、この万博の出演問題回避はできるんですけれども、親権をね、他者に渡した結果、5つ子のね、皆さん、もう過酷な運命をたどる羽目になってしまうんです。州の提案を受け入れよう。親権を手放すしか今は方法がないんだ。司法長官の話を聞き、すぐにそう決断した父オリバ。これを受けたオンタリオ州はディオンヌ家の5つ子後見法を制定。注目度の高い彼女たちの搾取を防止し、18歳になるまで保護する目的の法律が作られることに。この法律をもとに両親は親権を手放し、代わりに設立された5つ子保護委員会が親権を取得。そして実はこの保護委員会に親権を渡すという行為が大きな間違いだったんです。これだけ立派な病院で見てもらえるなら安心だな。自宅の向かいに建設されていく建物を眺めながら安堵の表情でそう口にしたオリバ。保護委員会はディオンヌ家から道路を挟んだ場所に5つ子専用の病院と保育所を建設。それは5つ子たちが安全に成長できるようにという保護委員会の配慮に思えていました。しかし不可解だったのは、その施設で5つ子が暮らすようになって以来、彼女たちはほとんど両親と過ごすことが叶わなくなってしまったこと。万博への出演を回避するためだけに親権が渡されたにもかかわらず、保護委員会はまるで両親に5つ子と関わることを一切禁じるような態度を取ったんです。それは何より保護委員会が5つ子を見せ物にするつもりだったから。そう、保護委員会は後に5つ子専用の病院と保育所をクイントランドというテーマパークに改装。入場料や園内で販売されるグッズなどが大きな収入源になると見定め、5つ子の生活の一部を一般公開することに決めてしまうんです。それもうせっかく親権渡して回避したはずなのに、結局見せ物にされちゃってんじゃないのよ。そうなんですよ。大人がね、寄ってたかって何してんだって話ですよね。だからこのクイントランドでの5つ子の生活っていうのは本当に過酷なものだったんです。不自然な日常。
クイントランドでの5つ子たちの生活は全てタイムテーブルで綿密に管理されていました。食事やシャワー、朝のお祈り、楽器の練習、医師による検診など全て時間が決められており、自由時間はほぼありません。5つ子たちは自分の意思に関係なく全て大人たちの決めたタイムテーブルの通りの生活を余儀なくされました。そして全て決められた日常を送るその日々の中でも、5つ子たちがひときわ憂鬱な顔を覗かせる時間がありました。それは1日2回の遊びの時間。浮かない様子でため息をついた5つ子たち。そう、遊び場と称されるその部屋ではマジックミラー越しに多数の観客たちが待ち構えているんです。遊び場へ出てきた5つ子たちは楽しそうに歌ったり踊ったりしていましたが、それも全て観客を意識してのもの。彼女たちが心から楽しめる瞬間は全くなかったんです。リラックスする時間全然ないじゃね。まだめちゃくちゃ小さいのにさ、そんな遊ぶ時間とか休む暇もないなってかわいそうすぎるわよ、ちょっと。しかもね、5つ子観客の見せ物になる以外にも別の仕事もね、やらされてたんですよ、本当に。わあ、これ私の。その日5つ子たちはそれぞれにプレゼントボックスを渡され、嬉しそうに笑顔を浮かべていた。5つ子たちはフリル付きのドレスで着飾り、部屋には5段重ねのケーキや豪華な食事も用意されている。そう、この日は5つ子の誕生日。しかしパーティーにしては異様なことに、部屋の中には複数のカメラマンがカメラを構え5つ子を撮影していた。実はこのイベントは誕生日祝いを兼ねた写真撮影だったのだ。5つ子は数十種類の広告、雑誌、グッズ用の写真の被写体としての仕事があった。そしてそれは撮影が一通り終わった時のこと。よし、今日の撮影は終わりだ、お疲れ様。そう言ってカメラマンがカメラを下ろすと、5つ子たちは嬉しそうにこう切り出した。ねえ、プレゼントを開けてもいい？するとカメラマンはなぜか少し困ったような顔をする。開けるのは構わないが、カメラマンの許可を得ると5つ子たちはウキウキしながらプレゼントのリボンを解き始めた。そしてその箱を開けると、何も入ってない。先ほどまでとは打って変わって悲しそうな表情を浮かべる5つ子たち。そんな彼女たちを尻目に撮影スタッフはそそくさとセットの片付けを続けていた。そう、5つ子たちに渡されたプレゼントボックスは撮影用のダミー。大人たちは5つ子のバースデーグッズ用の写真を撮りたかっただけで、本当にお祝いをするつもりなどなかったんです。いっつもこき使ってるくせに、この時ぐらいプレゼントぐらい渡してあげたらいいじゃないの。本当に物としか思ってないんじゃない？大人って汚ねえなって思いますよね。ずっと子供でいたいわ。そっち？本当に。そういう話？そういう話じゃないか。まあね、大人でも別にいい大人いいんだけど、汚ねえ大人ばっかだったんでしょうね。クイントランドのね、大人たち、商売道具としてしか見てなかったんでしょうね。ですが、ついに9歳の時、脱出の機会が訪れるんです。帰宅。1943年11月、それは5つ子たちがクイントランドへ預けられて9年が経った頃のこと。やっと家族で一緒に暮らせるね。自宅玄関で5つ子たちを迎え入れると嬉しそうにそう言った父オリバ。そう、実はオリバはこの9年間5つ子の親権回復をめぐって裁判を起こしており、この日ようやく親権を取り戻すことができたんです。5つ子はディオンヌ夫妻の元へ戻され、クイントランドは閉鎖。広く豪華な実家では両親と5つ子の後に生まれた弟、妹たちが待っていました。見せ物にされる日々から解放され、家族で暮らせることを楽しみにしていた5つ子たち。しかし彼女たちはそのレンガ造りの家を後にこう呼ぶんです。私たちが今まで過ごした中で最も悲しい家。ちょっと、なんで洗い物が終わってないの？母エルジエールの怒鳴り声が響き、リビングで遊んでいた5つ子はびっくりと肩をすくめた。乱暴な足音とともに鬼の形相の母親がやってくる。ごめんなさい。5つ子は身を寄せ合い、母親の顔を下から覗き込むようにして謝った。すると母エルジエールは蔑むような目つきで5つ子を睨み、こう言った。あんたたちが5人も揃って生まれたせいで私まで晒し者になったんだから、罪滅ぼしに家のことくらいやりなさいよ。吐き捨てるようにそう言うと、自分の寝室へ戻っていく母エルジエール。その背中を見送ると5つ子たちはほっと胸をなで下ろした。今日は殴られなくてよかったね。そう、せっかく実家へ戻った5つ子たちでしたが、母エルジエールは彼女たちを侮辱したり暴力を振るったり、5つ子に常に辛く当たりました。加えて家事のほとんどを言いつけられるその暮らしはクイントランドにいた頃と同様に一切自由のないものだったんです。ところでメトラーの皆さんは5つ子たちの実家が広く豪華な家になっていたことに違和感を覚えなかったでしょうか。元は5つ子の病院代にもことかく経済状況にあったディオンヌ家。しかしクイントランドで5つ子が稼いだ収益は両親の元にも入れられており、そのおかげで大きな家を建てることができたんです。それにもかかわらず母親からは邪険に扱われ、弟や妹たちとも馴染めず、5つ子の居場所はその家のどこにもありませんでした。5つ子と家族の絆はクイントランドに隔離された長い時間によって完全に壊されてしまっていたんです。そしてこの後大人になった5つ子たちは実家を巣立っていくんですが、そこからも彼女たちの人生は苦難の連続だったんです。
お母さんなんか自分がお腹痛めて産んだことは思えないようなひどいことするわね。でも実家離れたらさ、もう苦しい思いする必要もないんじゃないの？大人になってからも何過酷なことが起こるの？結局ね、クイーントランドでのいろんなことだったり経験っていうのが、その後のね、彼女たちの人生に重くのしかかってくるんです。隔離の代償。1952年18歳を迎えたこの年、5つ子たちは揃って実家を後にしました。以降は両親との連絡も完全に断ち、自分たちだけで暮らし始めた5つ子たち。彼女たちにとってはもはや苦楽を共にしてきた5人だけが家族だったんです。ただその暮らしは一筋縄ではいかないものでした。はあ、また不採用、どこも雇ってくれない。面接を受けた企業からの不採用通知にがっくりと肩を落とす5つ子たち。何度面接を受けても結果はいつも同じでした。幼少期を隔離された空間で過ごした5人はコミュニケーション能力をはじめ社会的なスキルを一切身につけておらず、職を得ることができなかったんです。そのため5つ子たちはクイントランドで稼いだお金でなんとか食いつないでいくしかありませんでした。節約しなきゃ。みるみる減っていく貯金残高に焦りを募らせる5つ子たち。クイントランドが最終的に5億ドルの利益を出していることを思うと、彼女たちは十分に余裕のある暮らしができるようにも思えます。しかしそうはいきませんでした。5つ子がクイントランドで働いていた当時、テーマパークの維持費や新しい建物の建設費、スタッフの食事代などは全て5つ子の収益から出されていました。そのため5つ子の手元にはわずかなお金しか残っていなかったんです。小さい頃から働かされてた見返りが全くないじゃないの。まあでもそうね、解放されて幸せにその後暮らしたんならまだいいのかもしれない。まあそこは唯一救いっすよね。ただね、この5つ子たち、金銭問題以外にも重大な問題を抱えていたんです。5つ子たちが抱えていたもう一つの問題は、ある種金銭問題よりずっと深刻なものでした。その問題とは、彼女たちが幼少期に人に監視され続けたトラウマ。常にストレス過多の状態で過ごしていた5つ子たちは、その生活で確実に精神を蝕まれていました。そのため5人のうちエミリーが20歳、マリーが35歳の若さでそれぞれ亡くなってしまうんです。原因は転換発作、アルコール依存症による血栓など、いずれも精神を病んだがゆえのものでした。残された3人はそれぞれ結婚もしているんですが、最終的には3人とも離婚。以降3人はモントリオール郊外に自宅を構え、再度力を合わせて暮らしていくことになりました。彼女たちの月収は全員合わせて平均月収の半分にもならず、3人は非常に苦しい生活を強いられます。しかし1998年、3人はオンタリオ州政府に幼少期の搾取に対する損害賠償を請求。政府は正式に5つ子への謝罪を行い、400万ドルの賠償金が支払われることになりました。こうして3人は64歳にしてようやく自分たちが働いた利益を一部取り戻すことができたんです。しかしいくら賠償金が支払われたといっても、5つ子が人生の選択肢をほとんど奪われてしまったことは、とても謝罪で償いきれるものだとは思えません。5つ子たちの末路からは、幼少期の環境が人生に及ぼす影響を改めて思い知らされるんです。